はい、こんにちは、増田です。マスク取りましょうね。もう COVID-19 でずいぶん長いこと時間が止まったようですけれども、この辺りはあまりウイルスもいなさそうなので、大丈夫だと思います。前回ですね、インドネシアの建築の話をしました。エリックという非常に優れた若い建築家がこの近くに歩いてすぐのところですけれども建てた、もともとはロモ・マングンというインドネシアの非常に名高い建築家の考案した、一般の人たちが、生活の困窮者ですねたちが住むことができるような、あり合わせの材料を集めて作ったようなものですけれども、その時に私はスポンテニアスデザインという言葉を使って、それを説明しました。で、ご覧になった方からもう少しそのスポンテニアスデザインって何なんだとか、そういうご質問もいただきまして、で、今日もう少し掘り下げて、お話をしてみたいと思います。スポンテニアスというのは偶発的にというか自然にですね、意図せずにできてしまうようなという言葉的にはそういうことだと思うんですけれども、これはどちらかというと、そのふんだんに材料があって、技術があってお金が資金があってで何かを作ってそれを買ってとかっていうそういうこととは違って、本当に必要でそれに対して何らかの工夫をしてそれを実現するという非常にプリミティブな行為、それをクリエイティブと言ってもいいんですけどもを指すわけですね。日本ではグラマーの本村さんがだいぶ前から、よくその言葉を使っていて、で、彼が世界を変えるデザインっていうのもずいぶん前ですけども東京でやりましたが、その頃、よくみんなで話し合った概念ですね。で、要するに生存とかあるいはいろんな切実なニーズですね。で、具体的な問題、そういうものに対して問題解決をしていくために工夫をするということです。その住む場所がないから建物を建てるとか、そういうこともそうですし、それをもう町のレベルでですね環境を変えていくという大きな話もそうだけども、もっと日常的にはですね、日本も戦後あちこちで焼け野原になってで物がなくて、でそんな時にいろいろと工夫をして用を足してきたわけだけども、今でもですね、例えば私は前に東京の浜松町というところで事務所をやってましたけども、近くの大門という交差点のそばを通るとですね、ホルモン焼きのいい匂いがしてきて、まだ5時だっていうのにまだ、夏だともう本当に明るいのにいっぱい人が集まって酒を飲んでる。もう今だとねちょっと考えられない風景ですよね。でそういう時にお部屋の中も溢れちゃうんでね、表に出てみんな飲む、立ち飲みでもいいんだけど、その時にビールのケースを積んでですね、でそれを机の代わりにテーブルの代わりにして、ここに焼き物とかお酒とか置いて、飲み食いしてるんですね。そういう風景、少し前には小さな路地にですねビアダルを置いて、でその上に食べ物を置いて、腰掛けてっていうことがありました。そういうのは風景としてなかなかいいですよね。でその時の様子で、そこに積まれてるビールのケースだとかビアダルだとか、そういうものがちゃんと役に立って、しかもそれがまた終わればすぐ片付けてまた翌日出してきてっていう、でお金もかからないし、そういうのは一つのスポンテニアスデザインの、身近な例だと思うんですね。で我々はそういうことを実は随分やっていて気づかないだけでね。でいわゆるデザインの、王道っていうんですかね、インダストリアルデザインだとか洒落たインテリアデザインだとかファッションデザインだとか、そういうものとはちょっと違って、そういう計画的に大量に同じ基準のものを繰り返し生産していくために、そのお金をかけて
材料を集めてとかそういうことではなくて、ある種の工夫の中でものを解決していくと、そういう知恵っていうのがですね、とても私は好きなんですね。でそれは立派なデザインだと思うし、何かこうデザインということを考えるときに抜け落ちてる部分のような気がしてしょうがないんですよ。みんななんかこう今まで見たことないようなかっこいいものを自分でゼロから作り出したいみたいなそういうことをこう教育の中でもですねこう褒めるので、よくこんなもの考えたね、これは何なんだいみたいな、すごいでしょうっていうようなものをずっと作り続けてきて、それは私の反省も含めてね。でも世の中ってそんなもんじゃないんですね。もっとこうずっと肩の力が抜けたようなデザインいっぱいある。かつて私の仲間って言っちゃあれだけど尊敬する深澤直人さんなんかもね、Without Thought という方で考えないで思わずみたいなことでいろんなものをこうデザインして見せてくれて、で大企業の中でね毎日毎日新製品の開発に救急としてたデザイナーたちが随分救われたと思うんですよね。そんなことも、もしかしたらここで話題になっているスポンテニアスデザインの、一例なのかもしれないと思います。で、それと同時にですねブリコラージュという言葉があります。でこれはニュアンスは似てるんですけどもちょっと違うんですよね。でこれもともとクロード・レヴィストロースというフランスの人類学者ですね。でこの人が彼の著書の野生の思考という本の中で提示しているというふうにそういう概念ですね。ブリコレっていうのは、フランス語ですけれども、本来計画してた予測してたこととは違う偶発的に何か起きてしまうというそういうことを言うらしいんですけれども、それが我々にとっての意味としては、計画的に準備されていないその場その場のあり合わせの道具とかですね材料とかそれを用いてものを作ってしまう、そういう手続きを指しているんですね。でそれをブリコラージュというようです。でそれをする人をブリコロールというふうに呼んでるんですね。で日本語に訳しにくいので、日曜大工とか器用人とかいろんな言い方をしようとするんですけどなかなか当てはまらないですね。面白いのはですね、そういったことにレヴィストロースが興味を持ったっていうのも彼はフランス人ですけども南米の未開地をですねずっと探検をしながら先住民の暮らしとかを調べていてで、一時期札幌大学で教えてた方ですけどもそういう人たちの暮らしを見ていていわゆるあり合わせの材料をですね、使ってものを上手に作っていくでしかもそれが結構美しかったりする。でその材料っていうのはそれ以前何に使われていたか何だったのかそういうことが歴史としてその中にあるわけですね。でだからそのために作られたものじゃないんだけどもそれを転用していくというでそれがまたうまく転用されるとですねとても洒落たものになるんですね。で元々の用途だとか形だとかでそれが転用されてきたプロセスを含めて面白い。これはですね実は私たちがいつも言ってるサステナブルデザインのですね中の重要な概念であるリユースとかリサイクルにぴったり当てはまるんですね。要はそういう形でしかできないというふうに考えてしまうとネガティブですけれども実はその資源とか技術が閉じた形の中にあるっていうことは地球全体を考えるとそれ以外ないんですね。つまり僕らはある種の幻想を持って材料が必要ならばどっか行って取ってくるよもう山のようにあるよでそれが石油からプラスチックもできるよ金属もできるよでそういうふうにしてそれを大量生産していく機会もあるよっていうふうに考えてしまったんだけど実はその元はですね地球の閉じた形の中にしかない有限なんですね。でそれをうまく使っていくかどうかっていうだけの話でそれはいわゆる先住民族が自分のテリトリーの中で手に入れるものをうまく使っていくってこと何ら変わりがないわけですね。でそういう意味ではレヴィストロースが発見したというか定義したブリコラージュという考え方がそのまんま実は我々の
その地球レベルのものづくりにもぴったり当てはまるんですよね。なのであえてそうしたクリエイティブなそういう工夫をしていく、そういう行為っていうのを僕らはもう少し見直して尊重し、で現代のものづくりにもきちんとそれは生かしていくべきじゃないかというふうな気がします。と一つの例としてですね、例えばこういうものを僕ら使いますよね。こうシャンプーだったり洗剤だったりするわけですけども、でこれがなくなったからじゃあ継ぎ足して使おう、これ捨てるのはもったいないから継ぎ足して使おう、そのくらいまで考えますよね。そうするとじゃあこういうものを買ってきてですね、でこれを継ぎ足して、使えばいいじゃないか。でだけどちょっと考えると、いやじゃあそもそもこんなものなくてもこれこのまんま使えばいいじゃないか、そうすればこのプラスチックいらないからって思う。でじゃあそうしようかっていうとですね、なんかこう気の利いたものを発明する人がいて、これはここにこう入れてですね、でこう使えばね使えるよ、またこれプラスチックじゃないか、じゃまた新しいこういうものが必要になるじゃない。でそれよりはちょっとその辺見てみるとですね、竹があるじゃん、その竹を使えばいいじゃんでここにこう入れてですね、でここからポンプで組み出すと。でこうやって竹に穴開けてですね、竹に穴開けてそれでこう出せばですね使えるんですね。でこれでいいじゃん。これが言ってみたらもう手近なところでのブリコラージュですよね。で結構例えば温泉とかですね、なんていうのかな、こう自然の中で使う時にはとってもこっちの方が気が利いてる。でしかもほとんどタダで手に入るっていう、そういうことをですねもう少しこうデザインのプロセスの中でね僕らは学んで試してみたら面白いんじゃないかなというふうに思うんですね。スポンテニアスデザイン、それからブリコラージュという決して新しくはない概念ですけども、それをものづくりのデザインのね一つのこうキーワードとして大切にしたいというふうに思っています。以上です。ありがとうございますだ。